データの先に見える世界のリアル。2024年、会社員男性の月の小遣いの平均は39,081円だ。1日あたりに換算すると約1,300円になる。昼食代を払えば残りはわずかだ。この金額は34年前のちょうど半分だ。そしてさらにインフレが追い打ちをかけている。名目の金額は変わらなくても買えるものは確実に減り続けている。なぜ男性会社員の可処分所得はここまで縮小したのか。データで見ていく。チャプター1、34年間の軌跡、バブルから半減へ。この調査は1979年から始まった。調査開始初年度の小遣いの平均は47,175円だった。バブル景気が最高潮を迎えた1990年、この数字は77,725円まで膨らんだ。調査史上最高値だ。バブル崩壊後、小遣いは緩やかに下落を続けた。リーマンショックを経た2010年には41,910円まで下がった。そして2024年の最新データは39,081円だ。ピークから35年で名目金額はほぼ半減した。一方、月収の推移はどうか。国税庁のデータでは、会社員の平均年収は1997年の467万円をピークに下落し、その後も低迷を続けてきた。収入が下がる以上に小遣いは絞られてきたという構造がある。2001年以降、月収の下落幅よりも小遣いの下落幅の方が大きくなっている。これは小遣いが特に優先的に削られてきたことを意味している。2013年、日本経済新聞はこのデータを30年前の水準に逆戻りと報じた。それから10年以上経った今もその水準のままだ。小遣いの減少は景気の波とは別の力が働いていることを示している。この構造的な変化を理解するために次の要素を見ていく。チャプター2、インフレが追い打ちをかける。名目の金額だけを見ても実態は見えてこない。問題は物価が上昇しているという事実だ。総務省の消費者物価指数によると、2020年を基準とした物価は2025年時点で約 12% 上昇している。2022年から3年連続で 2% 以上の上昇が続いた。名目39,081円の小遣いの実質的な価値は、2020年基準で換算すると約34,800円相当にとどまる。さらに、小遣いで使う費目の値上がりは平均を大きく上回っている。2023年の外食費は前年比 7.6% の上昇だった。ハンバーガーは同年比 24.6% の値上がりだ。コーヒーも 10% 上昇した。昼食1回の値段が以前と同じ感覚では払えなくなっている。エデンレッド社の試算では、20年間で大人の小遣いの実質価値は約 70% まで目減りした。ソニー損害保険の2024年調査では、2020年と比べて小遣いが増えたと答えた人はわずか 13.4% だった。残りの 86.6% は変わらない、または減ったと回答している。小遣いの額が据え置かれたまま物価だけが上がるという状況が多くの家庭で起きている。生活の実感として3万円台の小遣いは実質的にはさらに少ない数字だ。チャプター3、小遣い制の実態、妻が管理する家計。なぜ夫の小遣いは制度として管理されるのか。スマートバンクの調査によると、妻が家計を主に管理している家庭は 57% に上る。夫が管理しているのは 13.4% に過ぎない。夫婦のうち 45.2% が夫が小遣い制を採用していると回答している。夫は稼いで口座に振り込み、残りは妻が管理し、一定額だけを手渡されるという構造だ。自分が稼いだ収入の全体像を把握していない夫も少なくない。特に50代以上では、妻が完全に管理し、夫は関与しないという形が最も多い。この構造は若い世代では変わりつつある。20代では、夫婦共同管理が最多で 37.9% を占め、小遣い制は減りつつある。
しかし40代、50代の多数派は未だに妻管理、小遣い制の形をとっている。稼ぎが大きくても、手元に残るのは限られた額だ。収入の規模にかかわらず、自由に使えるお金が固定されるという構造が続いている。この制度が根付いた背景には、日本特有の家計管理文化がある。次のチャプターで、その国際的な位置づけを見ていく。チャプター4、賃上げしても手取りは増えない構造。2024年の春闘では、賃上げ率が 5.10% に達した。約30年ぶりの高水準として大きく報道された。しかし実際の生活感覚との乖離を感じた人は多い。実質賃金のデータがその理由を示している。厚生労働省の毎月勤労統計によると、実質賃金は2022年から4年連続でマイナスが続いている。賃上げ 5% 超でも、物価上昇を差し引いた実質は増えていない。実際の手取り増は 1.3% 程度にとどまるという推計がある。賃上げ分のほとんどが、物価上昇、社会保険料、税負担によって吸収されているからだ。社会保険料の変化は特に大きい。トランストラクチャの調査によると、過去30年で月収は 15% 減少した一方、社会保険料の従業員負担は 1.5 倍に増加した。年収600万円の世帯でも、2000年比で25年間に手取りが約50万円減少している。1994年の2人以上世帯の実質可処分所得は約548万円だった。2023年には約503万円だ。30年間で45万円減っている。賃金が上がっても手元に残るお金は増えず、小遣いも増えない。この三重の圧力が、現在の3万円台という数字の背景にある。チャプター5、世界と比べると、小遣い制は日本特有か。欧米では、夫が月の小遣いをもらうという制度はほぼ存在しない。アメリカ、フランス、ドイツ、カナダでは、夫婦共有口座か費用の分担管理が一般的だ。妻から小遣いをもらうという概念自体が欧米人には馴染みのないものだ。この制度が一般的なのは日本と韓国など一部のアジア文化圏にほぼ限られる。内閣府の国際比較調査でも日本の家計費管理は妻という構造は国際的に得意と指摘されている。欧米では収入は原則として稼いだ当事者が管理する。夫婦の支出は共同で決め、個人の裁量部分は各自が持つという考え方だ。自分が稼いだお金なのに月3万円しか自由にならないという状況は欧米では理解されにくい。日本特有のこの文化が男性の経済的自由を構造的に制限している。家計管理の形が変わらない限り、この問題は続く。チャプター6、経済的自由の喪失と幸福度。経済的な制約は、精神的な影響にもつながる。中立生命の調査によると、働く男性のストレス要因トップは、給与、賞与への不満で4回連続1位だ。イプソスが2025年に実施した国際幸福度調査では、日本人が幸せを感じない理由として最も多く挙げたのが、経済的な状況で 64% に達した。調査対象30カ国の中で、生活の質をとても高いと感じている割合は日本が最下位だ。自由に使えるお金が少ないことが幸福度を下げている可能性がある。ただし、データは小遣い制が幸福度を下げると直接示しているわけではない。家計管理を妻に任せることで安心している夫もいる。問題は、その額が30年で実質的に半分以下になり、インフレがさらに追い打ちをかけているという構造だ。稼ぎへの不満でもなく、妻への不満でもなく、社会全体の構造の問題として捉える必要がある。その構造は、賃金、物価、社会保険料という3つの力が複合的に作用した結果だ。個人の努力や節約の問題ではない。数字の背景にある構造を知ることが、この問題の出発点になる。バブル期の77,725円から現在の39,081円。名目で半減。実質ではさらに目減りが続く。外食は 7.6% 値上がりし、
ハンバーガーは 24.6% 上がった。賃上げは 5% 超でも、手取りの増加は 1.3% にとどまる。社会保険料は30年で 1.5 倍になり、可処分所得は実質で45万円減った。妻が管理し、夫には月3万円台が渡されるという構造は、日本特有の文化でもある。これらが重なった結果が、現在の月3万円という数字だ。データを通じて、その構造を見てきた。